佐古梅野さん、当時15歳。爆心地からおよそ 2.3 キロ離れた南町の広島地方専売局で被爆。同僚たちと肘山に逃げました。その後、焼け野原となった市内を電車の線路を頼りに歩き回りました。当時思い出すと辛いため、原爆のことは家族にさえ話していませんでしたが、高齢になり今しか証言する時がないと思い、今回初めて語ります。多分点呼の時間じゃないか思うんですけどね、8時に専売局まで行って、でみんな集まってるところへ音はしなかったですけどピカッと光ったんですよね。そしたら真っ暗になったんですよ。で真っ暗になった時にその部屋をぐるぐる回ったような気がするんですよね。でその時に一応目と耳を押さえて伏せなさいいうことを普段から言われてたから、私らはすぐ伏せたんですけど、友達はガラスが飛んできたりして足やら顔をちょっと怪我されたりしたんですね。建物はもう全然壊れてなかったような気がする。大きいしっかりした建物だから、ただガラスが割れてたのは覚えてる。気づいた時はちょうど明るくなってみんなうろうろしてる状態で、なんかよくわからないですけど爆弾が落ちたいうのを聞いて、それで友達が怪我をしてるのを一応肩を貸してあげて、私は怪我はなかったです。ただ肩を貸してあげて真ん中へ怪我した友達がいて、両方から一緒に3人でずっと線路沿いに電車道の線路を通って肘山へ逃げたのを覚えてるんです。専売局の肘山側の方の出口から出て、今の肘山線です。専売局の南側の電車道を肘山行くまでの間にたくさん倒れたり座ったりした人がおられたのが何人かが言われたからね、それを覚えてるんですけど、名前も何も覚えてません。知らせてくださいって私は元気でおるからいうのを、被爆にあっても元気で、そんなあんまり詳しくは聞いてないんです。ただ通りすがりに「助けてください」「知らせてください」って言われるのをいっぱいおられたからね、ずらーっとおられたような気がします。電車道の座ってね、座ったり横になったりしたのが線路沿いにずっといて肘山へ上がったんですよね。上のような気がしましたけど、頂上かどうかははっきり覚えて、なんかこう平たいところに行ったのは覚えてる。その時たくさん人がね避難しとられたから、ただこうしてたくさん被爆に遭った人がたくさんおられたのを覚えています。もうあんまり話はしてみんな助けて痛い熱いいうのこと言っとられたから、もう全部皮がこうなってね、で前も焼けたり焦げたりですぐずっと裏の方へ向けて降りていったのを覚えてるけど、どの辺まで行ったかははっきり詳しくはないです。ただ友達の家まではかなり遠い道だったから、丹内いうところだけは聞いてるんですけど、あそこの方は家は大丈夫でした。だいぶ歩きましたがね、時間も何も覚えてませんけど、彼らのもう専売局出た状態からずっと歩き通しだったから、あんまり周りのことを覚えてないんです。ただ一緒に逃げたのだけが必死だったから、力がいるのとそれから怖いのと知らないところを歩くから全然周りのことはあんまり覚えてない。ただ遠いかったのを覚えてるんです。で次の朝またずっと歩いて市内の方を向けて行ったんですけど、市内へ行ったつもりが
高野橋の方へ出るつもりが八丁堀出たんですよね。で八丁堀から電車道をずっと通って宇品線の電車道の方に曲がって高野橋まで行って、それから天神町の家の方を歩いて行ったんですけどね、もう電車道だけを頼りに何にもなかったように覚えてます。八丁堀行ったんですね。でもなんか全然家がないからわからないから見当つけて行ったのが八丁堀の方に出たんです。宇品の方からずっと出てね、一応丹那からぐるっと回って出たのが回って八丁堀行った高野橋行ったつもりが八丁堀に出て、で八丁堀から電車道で宇品線の方へ高野橋まで行ったんですね。高野橋の辺は一応千葉局へ行くのに電車で通ってるから、あそこからまっすぐ鯉の方を向いて行ったら古江まで行けるいうのは覚えてたんです。一応とにかく平和公園の爆心地のとこまでは行ってみよう思って、なんか家があるような気がしたからなんかどう行ったのかわからないんですけど、とにかく八丁堀だったんですよね。でそれからもう道がわからないから電車道ずっとあれしたらいけるんじゃないかな思って、風景がだから電車がね窓も何にもないぐらい全部焼けて骨組みだけが残ったような状態の電車が止まってたし、それから馬が水ぶくれみたいに膨れて横たわってたのを覚えてます。建物はとにかく電車道しかないような状態で目的のあれが全然わからないからね、道が建物も全部倒れて平ら何にもないような状態ですからね。なんか電車道だけが目印のような、なんで分かったのか知らないけど、とにかく後で気が付いたら八丁堀へ出たのを覚えてます。電車道だけしか覚えてません。なんでか今考えたら本当不思議なようですけどね。死体は見なかったですけど、歩いとられた人もおられたでしょうがね。そんなのは全然気がつかなんだですね。人は見ませんでした。高野橋から西にずっと歩いて行って、それから平和公園の今の天神町の家まで行ったけど何にもなかったから、何にもないです。もう全部崩れて、だから死体も何にも、あと兄が言ったのには時計とかそういうのだけ持って帰って墓に埋めたいのを聞いたんです。壊れたまんまですよね、家が崩れてもう何にもないような状態で石ばっかりコロコロしてたような気がするんです。高野橋の方へ行って、それからずっと西へ鯉橋へずっと渡って古江まで行ったんですよ。あの辺は家はあったような気がしますけど、よく覚えてません。人なんか全然覚えてません。ただもう古江の家を探していくのが精一杯だったから。母の妹の家です。7日ですね。古江で結局私らが行っとるところへ兄も来たわけなんです。宮島の辺だったものですかね。運輸省の仕事で車で辺を通ってたらしいんです。昼はもう何にも見えませんけど、夜亡くなった人を燃やすためだったもんですが、いろんなところあっちこっち火が見えました。そこで何日か古江におったから何日かははっきり覚えてない。多分お盆過ぎだったと思うんですけど世話になって、それから島根県の方へ帰ったんです。3人、お父さんとお母さんと私と同い年の3人家族だった。私と同い年の娘、だから動員で女学校でしたからね、呉の方に行ってたって聞いたんですよ。動員でなんかあんまり詳しいこと知らないんで、汽車で帰ったのを覚えてるって、その話は聞いたんですけどね。
でそのお父さんも県庁に勤めした人だったからね、あの人も助かったんで、兵隊に行ってたかどうかよく覚えてないんですけど、お父さんもお母さんも3人家族はおりました。やっぱりもうどっちもがお互いに喜んで、もういとこなんか抱き合ってね、2人が泣いたのを覚えてます台所で。体調は悪くなかったですね。その後が急に鼻血が出て、鼻からも口からも止まらないぐらい出て、洗面器で受けても気を失うぐらい出血したんですけどね、その時の血が結局悪い血だったんだろう思うんですよね。もうほとんど覚えてないです。途中から危ない言われたぐらいらしかったですけどね、気は失ってたんじゃないですかしら。やっぱり今はあの時は原爆いうすごい大きな爆弾だったのは後で聞いたんですけど、今のいろんな発達してますからね。だからもうそんな戦争なんかしても日本なんか全部なくなるんじゃないか思って、絶対そういうことは避けてほしい思いですね。原爆が落ちた当時は父と母が助けてくれたぐらいに思ってたんですけど、いろいろ苦労した時には原爆の時に死んどけばよかった思ったり、もうそういう大きな爆弾が今頃たくさんできてますからね。だからもう日本も何もなくなるんじゃないか思う。やっぱり戦争はなくなってほしいですね。